6つの弊害のうち根本的な弊害は最後のその文脈の既存っていう問題で、じゃあどうすんのっていうことで、お金使わないでコミュニケーションできるのっていうことの研究があって、それはお金を使わない経済でノンマネタリーエコノミクスっていうんだけど、オーソドックス経済学とは言えないので、ヘテロドックス経済学というちょっとこうニッチな分野ではあるんだけど、それでもその論文に対しては世界で今5位にまで経済学の分野で上がってきてはいる。さっき言ったように人類にとって考えなきゃいけないことは2つしかない。それ個性の確立、そしてコラボレーションのための最適なあり方、コミュニケーションなんだよね。その2つしかないんだよ実際には。でそのうちのそのコミュニケーションコラボレーションの中で使っているツールが貨幣だと。だけど貨幣以外もあるんじゃないのと。それによってきちんと豊かさだったりとか文脈っていうのをつなぐことができるんじゃないのということなんだよね。それが今までは宗教だったりとか民族性だったりとか歴史だったりとか言語だったりとか、したんだけど、それいうようなものをもう少し整理しなきゃいけない。例えばじゃあ非貨幣経済って言った時に、分かりやすいのは、一つは交換経済ってやつですね。例えば昔ロシアとアメリカはコカ・コーラと潜水艦を交換したことがあると払い下げだよね。冷戦が終わって使えなくなった。でもコカ・コーラ欲しいよねと。コカ・コーラじゃなかったらペプシだったかもしれない。コーラなんだ。でこれを交換したよっていう事態がことがあったりとかするんだよね。これ貨幣が使われないケースなんだけど、なんか他にもね非貨幣経済、物々交換の事例はあって、例えば動物園の動物っていうのは、日本の上野公園のパンダを置いといたとしてもあれ10億円って言われてるじゃないですか。基本的にはお金で流通させないんだよね。貸し借りだったりとかするんだよね。いわゆる気象データっていうのは日本だとひまわりっていう衛星を飛ばして気象データ取ってるじゃないですか。でも雨が降るとか気圧がどうかっていうのは国境関係なく地球で行われてるよね。だからこの気象データに関しては戦争しようがしてまいがタダで各国やり取りしてるんだ。だからタダでもらえるんですよ。国家機関であればね。でそういうふうにお金を使わないで価値コミュニケーションしているものもある。もちろんオリンピックってそうやって始まったと思うんだけど、戦争ばっかしてるからね人類はね。そこはシェアしようというような交換経済っていうのがあるんだよね。でシェア経済っていうのもあるよね。で僕はシェア経済すごく好きなんだけど、お金使えるからできるだけ持ち寄りのパーティーとかいいし、自分がパーティーとかをやる時も絶対会費制にしない、お金を介在させないっていうか、どんな苦しくても今年もやるけど夏季パーティーっていうのも毎年やってるんだけど、今年は夏季が小ぶりでちょっとあれなんですよね。それは言わないようにしていて、でも自分が仕入れてみんなに振る舞う。お金を使わないことによって持ち寄りをすることによって、僕は牡蠣を持ち寄るけどお酒持ってきてくれると思う。それで場の一体感が生まれるわけ。この場の一体感ってかけがえのないものであって、スクラムを組むようなものであって、みんな人生にそういう体験1回はしたことあると思うんだ。で家族の中でお金も使わないじゃないですか。でこういう持ち寄りのシステムっていうのもある。でもっと変わったものでこれが広がっていくべきなのは記帳っていうシステムで、記帳アカウンティングって言って、あげたものもらったものっていうのをずっとお金で洗い替えしないでずっと提供記録し続けるわけだよね。それが何なのと。これは資本主義的には使いづらい。どういうことかというと、資本主義っていうのはエネルギーを集約して集中投下することによって大きなものを作りましょう、船を作りましょう、データセンターを作りましょう、宇宙船を作りましょうっていうのが資本主義の概念。貨幣経済システム、貨幣経済っていうのはお金を使ってコミュニケーションしようっていう世界なんだ。だけどこの記帳システムっていうのは資本集約にはなかなか向かないよね。それはお金の方が向くよね。お金っていうのはガッチャンコできるからだけど個人間の法人も含めた価値コミュニケーションの中でお金で洗い替えしなくたって
そば食ったよ、まあつけだよね、でちょっと皿洗いしたよねっていうのもあるし、近くのおじいちゃんのところに行って畑仕事手伝ったよと、で梨をもらったよっていうのもある。でもっと大きなものであると、僕はこの3時間使ってプロフェッショナルサービスを提供しましたよと、その代わり3時間使って僕の悩みを聞いてよっていうのもあるかもしれない。でこういったその何かをやってもらったもの、ギブアンドテイクっていうのをずっと記帳し続けることができる。でこの AI 的な世界の中ではそれが自然にトラッキングできるし、お互いにね、だから やりましたよってサインもいらないと思うんでね、なんなら、まあ、衛星使ったりとかすればまあ、自動記帳の世界っていうのができるから、あげたものもらったものを永遠に記帳し続ければいいじゃないっていう考え方もある、ね、ただあげたものもらったものにそれぞれ価値が違うじゃないか、じゃあ洗い替えって言って、じゃあ結局それを指標にしなきゃ、スコアにしなきゃいけないんじゃないのっていう世界が出てくるんだよね。でもそれこそ AI が使える。例えばこの時にこういうサービスを提供したことはどのぐらいのスコアなのかっていうのは AI 的に計算可能じゃないですか。だからもしその数値化してスコアリングする必要が出てきたら、そのように一気に洗い替えをして自分のギブアンドテイクを、あれこれ回ってる方が多いなとか上げてる方が多いなっていうのはできるんだよね。でこのポイントはお金で洗い替えしないことによって、楽になる可能性がある。で今までお金使っていた主な理由は摩擦コストがゼロなんだよ。スピードのある決済ができるということ。だけどそれによって生産されてしまう価値がいっぱいあった。でその物語とかを、そのつながりとか提供したものとか文脈とか、その人の価値個性だったりとかが畳み込まれないよね、記帳することによって。でそれをお金に変えてしまうと、自分のサービス3万円ですよと、でもらったサービス3万円ですよと、ゼロ、まあその数字として見てるとゼロになってしまう。だけど記帳をずっとすることによって、その提供してきた物語とか価値というのが定性的に残すことができる。これが記帳経済の強みであって、この記帳経済を代替的な手段っていうか、オルタナティブっていうんだけど、オルタナティブエコノミーっていうんだけど、そのお金じゃない形で価値流通ができる本命とすることができると思う。でさっきのシェアとか交換とか持ち寄りとかっていうのはあるんだけど、まあ、物々交換というのは実際にはなかなか難しいよね。欲望の二重一致っていうの問題ってちょっと難しいんだけど、言葉を経済学で使って、魚欲しい人と肉欲しい人はなかなか出会わないよっていうマッチングの問題、があるよね。だったらそれを時間も空間も関係なく同じように取引がつながるように、でも文脈とか物語とか価値、その人ならではの価値を保全するために記帳経済っていうのは使える本命としてはあるよねと。で洗い替えっていうのも、まあ多分スコアリングっていうのはテクノロジーによって実現できる。こうして自分の中の内在的な価値をあらわにすることもできるし、相手に提供したつながりっていうのもそこで記憶と記録が残るし、そして数値的な形に洗い替えするっていう貨幣的な価値尺度というのも作ることができる。これが人々の中のつながりと豊かさっていうものと文脈を保全する最適なそのコミュニケーション手段となるパターンっていうのがあるんだよね。その他にもあるよ。寄付だとか贈与というのがあるよね。で寄付はクラウドファンディングとかでかなり価値観が変わってきたんじゃないかなと思っていて、でクラウドファンディングが出てきたのって2008年ぐらいかなだと思うんですよね。でそうするとまあ17年ぐらいか15年ぐらい経って、まあかなりその推し活に近いものも含めて誰かの物語に対して共感するっていう、そういうような寄付構造というのが、まあ、それがすごく心地よいという、だからお金を出すっていう感覚っていうのが価値観として人間の中にこう内在してきたと思うんですよね。でそれが一般化して、当時はそんなに、まあ、寄付の文化も特に日本でなかったし、あんまりこう普及するのかなと
いうのはあったんだけど、今はかなり普及してるんじゃないですか。でもちろんそのプロダクトを送ってくるみたいなねパターンの、寄付じゃないよねっていう、そのリターンとその出すお金が、一致してるよねっていう話ものクラファンも多いと思うんだけど、それだけじゃないものも増えてきたと思うんだ。でもちろん贈与ギフトエコノミーっていうのもある、これは慈愛っていう愛だよね。愛に基づいたものなんだ。記帳から始まって、そのシェアとか交換とか寄付とか贈与っていうような別々他のそのお金以外の価値流通の手段っていうのがたくさんある。これはすごく大事なことであって、でそれどういう時に何を使えばいいかっていうのを選択して選んでいくという世界になっていくと思うんだよね。どうしても決済しなきゃいけない時はお金を使った方がいい。スピードが必要だとか、コミットが必要だとか、例えばそのあんまりお金を使わないんだけどお金を使った方がいい例としては、その研修医が夜勤のシフトをちょっと変わってくれよっていう話があって、これ前にも話かもしれないですけども、それに関してはちょっと分かったよ、じゃあちょっと変わるよって変わるんですよ。それ良くない。なぜかっていうと、その夜勤のシフトといえどもそれって人の命に関わるし緊急性が高いからどうしてもコミットが必要なんだ。だからこれはお金で解決した方がいいものがある。でもほとんどはそのお金を使わない方がいいものもあるし、特にその規律の強い、スパルタっていう国はお金を使わなかった。規律が国家を作るっていうふうに信じていたし、よく料亭とかプロフェッショナルファームの例を出すんだけど、あまり残業代とか出さないんだよね。もう月額固定ですとか年収固定とかになるわけ。そうするとそのお金はプライドと生活のためにこう担保されていると、医者もそうなんだけど、なのでそこは心配するなと。でがゆえにそこがフィックスしていると何に集中するかっていうと、その自分の技能とかその自分のやっている仕事に意識の全部を傾けることができる。安心しろと。お金もらえるお金は高いし安心しろと。その代わり規律を持って、相手が金を持ってようが持ってなかろうが適切に正確に公平にサービスを提供するのがプロフェッショナル。それは何かっていうと、クランケとかクライアントとかっていうけどもの状況ではなくて、自分がプロフェッショナルってプロフェスっていうところから来てるんだけど、神様に対してプロフェス、契約を結んでるから相手が誰でも関係なく全力を尽くすっていうことになるんだよね。でそれ全力を尽くしやすいんだよ。でこういうような時はあまりお金で上下をこうつけない方がいいんだな。それによってプロフェッショナルが存在することによって、その社会の真ん中よりちょっと上の層に、例えば日本だと武士とか、クシャトリアとかね、いろいろいるよ。あるいは騎士階級とかね、その各世界にいて、その社会とか国の規律を担って、それは貨幣では流されないっていう層がずっといたんだよね。それが規律を守るんだ。その層がいるかと国とか民族は安定するっていう強みがあるんだね。必ずしもそのお金を使った方がいい世界とお金を使わない方がいい世界っていうのがあって、それを決める要因も5つぐらいある。例えばさっき言ったように絶対にスピードが必要、スピードが必要であると。あるいは絶対達成させなきゃいけないコミットメントが必要であると。あるいはその規模が大きすぎると、例えば非貨幣経済、持ち寄りとかシェアとかが有効な、例えば地域通貨みたいなものがとか地域の基調経済とかは有効なのは1200人ぐらいまでなんだよね。顔が見える範囲だと。でそれを超えちゃうと、その規模が大きくなると、もうアメリカみたいにその規模も大きいし人種も多様だと、じゃあ分かりやすい一元的な指標であるお金を使った方がいいよねっていう風な話になる。あとはその想像力。これは2つポイントがあって、膨大にお金をかけた方が効果が
急に出るポイントっていうのがあるわけ。敷地を超える。例えばこれはテレビ広告とかなんだけど、テレビ広告っていうのはある一定量のお金をかけないとほぼ意味がない。だけどある一定の域値を超えると急に効果が出るわけ。これなんか人間ってずっと同じものを見させられるとそれがいいもののように感じるんだよね、きっとね。でそれはファッションとかにも影響を与えると思うんだけど、だから膨大にその投入することによって価値が出るっていう、さっき言った資本主義的な価値の出し方が一個ある。もう一つはお金がなければないほどいい映画が作れたりするっていう現場もある。これはもう空飛ぶタイヤとか見たことないけどきっとそうなんだろうと思うし、アニメの名作とかはね、宮崎駿が昔お金がなかった時の方がいい映画作ってた。圧倒的にもう少ない予算で、最初は2億で作ったもので、それが最終的に200億かかっちゃうんだよね。もののけ姫か最近君たちはなぜどう生きるかかな、もう膨大にお金かかる。お金かかるからいいっていうわけじゃなくて、お金がかかると逆に緩くなっちゃうのをクラウディングアウトって言うんだけど、お金がない方が実は創発が生まれる。創発性というものと、あとはその域値を超えるための資本投下っていう、その2つの視点によって想像力っていうのが生まれるっていうポイントもあるわけで、こうやってそのいくつかの論点で、スピードだとか規模だったりとか創発力だったりとか、あとはさっき言ったその達成可能性だったりとか、そういうものを論点として、貨幣がいいのか、非貨幣の中でもその寄付がいいのか、贈与がいいのか、それとも記帳がいいのか、それとも交換とかシェアがいいのかっていうのを整理すると、整理したマップをここに出すと思うんだけど、必ずしもお金は絶対的な存在じゃない。人間にとって重要なのは社会性の中でもコミュニケーション、価値のコミュニケーションなんだけど、その時に必ずしもお金を使えばいいっていうわけでもないということが分かると思うんだよね。すごく大事なことは、人間にとっては社会性、コラボレーション大事ですと。ただしそれはお金以外の方法もあるよということだったりするんだよね。そこを覚えておく必要があって、お金があってみんなファイヤーしたいんだけど、こと自分に関して言うとお金を持った時に孤独になるし、疑心暗鬼になるし、関係性を失ったりとか、本当は良くないんだけど、関係性を失うと、関係性っていうのは人との関係、孤独の問題なんだよね。僕じゃなくてもみんな抱えてると思うんだけど、孤独の問題があって、で孤独の問題は健康の問題、フィジカルの問題に影響を与えてくるので、その関係性と身体性っていうのはつながっているんだ。でなぜかというと、人間の戻っちゃうんだけど、人間の最終的な根本的なその特徴としては個性の確立とコラボレーション、社会性の確立なんで、それがその人間個人にとってもお金で解決しない領域が多ければ多いほど健康なんだよ。生き方そのものが非貨幣経済であった方が関係性も構築できて、その人とフィジカルが生きられるわけ。人類もう9割お金で解決してるよ。だから不健康なんだよ。個人も9割お金で解決してるよ。あるいはお金解決する人がいる。だから幸せじゃない。僕個人もお金を使えば使うほど不幸になる。持っても持つほど不幸になるっていうのは、多分自分の価値コミュニケーションにおいても雑になったりとか、あるいは人に対するそのレスペクトの問題だったりとか、多様性に対する受け入れとかがすっごいコミュニケーション難しいじゃないですか。相手の文脈とか背景とか文化的な問題とか、もちろん言語の問題もあるけど、そういった関係性を築くために必要な非貨幣的なものというのは、お金でなく教養だったりとか頭の使い方だったりとか、その経験とかっていったものでしかコミュニケーションできないね。でそれによって関係性って築かれるわけでね。それによって人間はその身体性っていうか健康が担保されるという仕組みになっている。それは個人ベースでも言えるし、相似形で大きく社会とか国家とかないしは人類そのものを見たとしても不健康になっている。だから言ったように人類最大の問題は貨幣であると言ったのは、
そこに問題が焦点があると思って